アニメの期待を裏切るどころか、このアニメを上回ってるような、そんな仕上がりだと思います。こんにちは、こんばんは。コカートチャンネルへようこそ。今日も映画のご紹介です。今日ご紹介する映画の DVD は皆さんもご存知の美女と野獣です。こっちがアニメで、こっちが実写版。どちらもディズニーの作品なんですけれども、ちょっとアニメと違うような部分もあるんですけれども、実写版は実写版として本当に楽しめて素晴らしい映画でした。今回見たこの実写版もディズニーの作品なんですけれども、実は実写版にはもう一つディズニーではなくフランスの映画会社が作った美女と野獣も実はあるようなんですけれども、まずこのディズニーのアニメ版とディズニーの実写版を話す前に、フランス版の美女と野獣とこのディズニーの美女と野獣の違いを予告編を見たりとか、私なりにいろいろ調べてみたので、その辺をちょっと紐解いてみたいと思います。ディズニーの美女と野獣は2017年にディズニーが制作した映画なんですけれども、フランス版の美女と野獣は2014年に映画化されて、すでに DVD も出てるようなんですけれども、私も見たいなと思ってちょっと注文しようかなって思ってるんですけれども、フランス版の方は予告編動画を見たんですけれども、こちらのディズニーの実写版とフランス版の実写版は全然違うなというか、視点が全然違うんですね。その予告編に関しては説明欄に貼っておくので、よかったらまた皆さんもご覧ください。ディズニーの方の実写版の美女と野獣は、先に出ているこのアニメ版の美女と野獣がベースになっているので、似てるところもあれば違うところもあるんですけれども、もちろんフランス版はキャストも監督も全然違うので、ストーリー的にはちゃんと美女と野獣の物語なんですけれども、監督とかキャストが違ったり脚本がちょっと違うだけでこんなに違う映画なのかなって。どちらも王子が呪いをかけられて野獣にされて、お城に閉じ込められて、ベルと出会って恋に落ちて呪いが解かれるという大筋では同じなんですけれども、こちらのディズニーの実写版の方は1991年のディズニーのアニメの美女と野獣と大まかにはほとんど同じなんですね。ただしその2014年のフランス版の美女と野獣の実写版は1740年のボーモン夫人の原作を忠実に再現した映画がそのフランス版の美女と野獣だそうです。そのフランス版の方ではこういうちょっとキラキラしたファンタジーという感じよりも、王子が野獣になった細かな理由とか、一体本当はお城で何があったのかということとか、どれほどの罪を犯して野獣にされてしまったのか、どうやって呪いをかけられたのかという、そういう謎とか美女と野獣に込められた秘密みたいなものを紐解くような、そういうところに終点を当てたのがフランス版の美女と野獣ということだそうです。予告編を見る限りはかなり野獣の描かれ方もシリアスな、なんかちょっとサスペンスなのかなっていうような、こういうちょっとファンタジーとはちょっとかけ離れたような、それでもちょっとなんか見応えがありそうな、そんな映画でした。そこが今回ご紹介のこのディズニーの実写版との違いではないでしょうか。ディズニーの美女と野獣が子供から大人まで皆さんにご覧いただける映画だとしたら、フランス版の美女と野獣はどちらかというと大人向けの映画と言ってもいいかもしれません。英語名は主題歌にもなっているビューティー&ザ・ビーストということになります。この実写版の方とアニメとの共通点は、同じくこうミュージカル調な感じで、歌とともに物語が繰り広げられていくような、そんな感じの映画になっています。実写版でキャストたちが着てる衣装もこのアニメを忠実に再現したような感じで、その辺の衣装の違いとかは見ていて違和感は全然ありませんでした。もうベルにはベルの衣装とかあるじゃないですか。野獣と踊る時の黄色いドレスとか、私たちが思い描いている美女と野獣のイメージを壊さないような形で、さらに奥深く面白くしたのがこの実写版じゃないかなって思いました。物語的にはちょっと変えてる部分もあるんですけれども、本当にこのアニメの美女と野獣を忠実に実写版にしたような、そんな感じでした。そして私が最も注目したのが、ポットとかティーカップとかクローゼットが擬人化されてる部分がアニメであるんですけれども、それはどんな風に再現されてるのかなって、そこも心配だったんですけれども、そこも全然期待を裏切らないような、そんな仕上がりになってました。そして私は日本語の吹き替え版で見たんですけれども、この美女と野獣が好きな皆さんの中で一番は、初めてこの美女と野獣が踊るシーンあるじゃないですか。ベルが黄色いドレスを着て初めて野獣と踊るところ、ビューティー&ザ・ビーストが初めて流れるところがあるんですけれども、そこをどんな風にしてるのかなと思ったら、そこはこのアニメと同じでポット夫人が歌を歌うんですけれども、その
ポット夫人の声を担当しているのが岩崎宏美さんなんですけれども、私が子供の時は本当にベスト10とかトップ10とかに毎回出てて、本当に私も注目してた歌手の方の一人なんですけれども、最初本当に岩崎宏美さんが声をしてると思わなかったんですね。ベルと野獣が踊る時に歌が流れるんですけれども、声優さんでこんな歌の上手い人いたかなとか、こんな心のこもった歌い方できる声優さんって誰だろうと思って調べたら、道理で聞き覚えのある声だなと思ったんですね。この裏表紙で美女と野獣が初めて踊るシーンがあるんですけれども、この2人が踊るところでポット夫人がビューティー&ザ・ビーストを歌うんですけれども、そのポット夫人の声も歌も両方岩崎宏美さんがしてるみたいなんですけれども、歌はわかるけれども歌手の人がこんなにセリフと言い回しとか、ポット夫人のこのキャラクターになりきったような喋り方とか、すごい演技力だなと思ったら、岩崎宏美さんは歌手だけじゃなくてミュージカルもなさってるようで、だからこんなに吹き替えも上手なんだなって本当に感動しました。今からこの美女と野獣の実写版を見るという方は、初めて2人が踊るシーンの歌に注目してご覧いただけたらいいなって思います。私的には2本立て続けに見ることをお勧めします。アニメはアニメで本当に素晴らしいし、もう間違いなく素敵なんですけれども、このアニメの素晴らしさをそのままにさらにグレードアップしたのがこの実写版の美女と野獣かな、そんな風に思いました。本当にこの美女と野獣の物語はもう皆さんもご存知の物語だと思うんですけれども、私の視点的にはやっぱり人ってやっぱりどうしても見かけで判断されてしまうのは今も昔も変わらないのかなって。私がこの養子になった時にマンションを出ていけって署名運動されて初めて差別された時のことを思い出しながら見ると、私も映画を見ながら本当に泣けて仕方がなかった、そんな映画でもありました。本当に愛することってどんなことなのかな、見た目と中身ってどんなことなのかなって、現代社会の私たちにたくさんのメッセージを投げかけてくれるような、そんな映画だと思います。昔このアニメを見たよっていう方もぜひご覧ください。私は 3D のメガネをかけてみたんですけれども、 3D のメガネをかけてみると本当に自分もそのお城に入り込んだような、そんな感覚が味わえるんじゃないでしょうか。ぜひまだご覧になってないという方はこの美女と野獣のアニメ版と実写版をご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル、よろしければぜひチャンネル登録お願いします。画面のプロフィール画像はココアートチャンネル、上の赤いウサギはメインチャンネルのチャンネル登録ボタンになります。画面のおすすめ動画もぜひご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。